今回はエイカーのルールを説明します。パズルを解きたい方は動画の説明欄にリンクが貼ってあるので、そちらから解いてみてください。それでは左側にあるプレイヤーの説明から始めます。操作方法は1ボタンにしていて、入力モードは自動に設定しています。矢印を見てください。マスの上でボタンを押すと黒マスになります。もう一度ボタンを押すと緑色に変わります。さらにもう一度ボタンを押すと白マスに戻ります。次にルール文を読んで説明します。1、盤面のいくつかのマスを黒く塗りましょう。ルールの2以降の内容に従って黒く塗るマスを決めていくことになります。2、太線で区切られた部分、部屋と呼びます。に入っている数字は、その部屋に入る黒マスの数を表しています。数字の入っていない部屋にはいくつ黒マスが入るかわかりません。太線で区切られた部分が一つの部屋になります。真ん中に数字の3が入った部屋が2つあります。数字はその部屋に入る黒マスの数を表しています。右側の3の部屋はちょうど3マスなので、3マスすべてが黒マスになります。左側の3の部屋は6マスあって広いので、黒マスになる3マスはいろいろなパターンがあることになります。部屋には数字が入っていないものもあります。この場合は黒マスの数が指定されていないことになるので、いくつ黒マスがあっても、またはなくても構いません。続いて、ルールの3を読んでいきます。すべての黒マスは縦横に一つながりになっていなければなりません。パズルを解いていくと黒マスに決まる場所がいくつか出てきます。最終的にはそれらの黒マスを黒マスでつないで一つながりにしないといけません。ルールの4は例題を解きながら説明した方がわかりやすいので、ここまでのルールに従って例題を解いていくことにします。右下の数字の0が入った部屋を見てみます。この数字の0は部屋の中に黒マスが0個であることを意味しているので、部屋の中のすべてが白マスになります。ここで部屋の中のマスをすべて緑色にします。この緑色のマスは、このマスが白マスになることが確定したという意味になります。上側にも0の入った部屋があるので、先ほどと同じ考え方で全て緑色にします。右上の6の部屋は黒マスにするマスが6個で、部屋のマスがちょうど6マスなので、全て黒マスにすることができます。真ん中にある右側の3の部屋もちょうど3マスなので、全て黒マスにします。左側にある2の部屋も同様の考え方で2マスとも黒マスにします。ここで後回しにしたルールの4を読んでみます。同じ色のマスを縦または横にまっすぐに4つ以上続けさせてはいけません。まずは黒マスが縦または横に3つ並んだ場所に注目していきます。真ん中に黒マスが縦に3つ並んでいます。この上下にあるマスのどちらかを黒マスにしてしまうと、黒マスが4つ並んでしまいます。これがルールの4で禁止されていることになるので、上下のマスの両方とも白マスに決まります。次に横に3つ並んだ黒マスを見ていきます。よく見ると、真ん中から右側に黒マスが3つ並んでいます。4つ目の黒マスを並べないように、隣のマスを白マスに確定します。今度は白マスが縦または横に3つ並んだ場所に注目していきます。白マスも4つ以上連続させてはいけません。一番上の列に白マスが3つ並んでいるので、隣のマスを黒マスにします。一番下の列にも白マスが3つ並んでいるので、隣のマスを黒マスにします。
ここで2の部屋を見てみると、1つ白マスが確定していて、残りのマスがちょうど2マスなので、2マスとも黒マスにすることができます。ここからは黒マスのつながりについて注目していきます。一番左上にある黒マスは、その下のマスを白マスにすると、他の黒マスと分断されてしまいます。なので、下のマスを黒マスにします。そして、その下のマスをさらに黒マスにすると、黒マスが4つ以上続いてしまうので、白マスにします。そうすると、左上にある黒マスの塊がまた分断されそうになっているので、黒マスを下に2つ伸ばします。ここで再び黒マスを4つ以上並べないように注意して、白マスを確定させていきます。3の部屋の残りの1マスがまだ確定していないので、黒マスにして部屋の数字と黒マスの数を一致させます。最後に盤面の全体を見てみると、まだ黒マスが一つながりになっていないので、残りのマスを黒マスにしてつなぎます。すべてのマスを黒マスと白マスに確定させることができたので、チェックボタンを押してみます。正解ですと表示されました。それでは最後に5問のパズルとその答えを表示して終わりにします。ご視聴いただきありがとうございました。